14時間のテーブルを拾うことができるんで、今回これがコスパ最強なのかなって、現段階で。はい、どうもはじめまして、バンプです。皆さん、カルトサークルを使っていますでしょうか？カルトサークルね、もう今だったらもういろいろね、知られてきて、ドニを入れたらいいとかあると思います。今回は、そのね、14時間テーブルに関してのまとめになります。14時間を入れる時の素材。これを入れると14時間になりますよっていう、まとめ動画になってます。ネットだったり、いろんな人から聞いて、これがいいっていうやつを今回ちょっとまとめて紹介できたらなと思います。簡単にね、カルトサークルの説明としては、このね、カルトサークルにサクリファイス、捧げ物をするとアイテムを持ってきてくれるもので、待ち時間によってティアが変わるっていうね、特徴のあるものですね。はい、システムです。で、14時間素材を入れると、だいたいね、6時間だったり、14時間、これどっちかになります。6時間になると、そのタスクだったりに使う納品系、軍用のバーテックスだったり、VPX だったり、サンプルで言ったら、注射器だったり、そういうタスクに関わるアイテムを持ってきてくれるのが6時間のテーブル。そしてね、14時間に関しては、ケース。だったり、鍵だったり、マークドキーとかそういう美味しいものを持ってきてくれるのが、14時間のテーブルっていうことで、今回その14時間のコスパのいいやつだったり、みんなが入れているものをまとめて紹介できたらなと思います。で、これね、僕の見解なんですけど、14時間で入れるものによって、返ってくるものは変わるってね、言う方は結構いらっしゃるんですよ。多分そう思ってる方ね。これオカルトだから、確信というか、立証するものがないんですけど、こんな感じで今回ね、まとめてきたんですけど、何を入れたらいいか。14時間の素材を。これに関しては、14時間は、14時間だと。その人の運でしかないと思っていて、僕が結構お勧めしてるのはこのグレケースで、このグレケースをポイッと入れると、14時間になるんですけど、何がいいかというと、1個だけで14時間になるから楽なんだよね。高いかもしれない。他のものに比べては高いかもしれないんだけど、楽だからこれを使ってるっていうのもあるし、今後のね、使っていくことを見越していくと、ファイドアウト回しますよね。この発電機とか使ったフィルとかを、このね、洗面所とかで作れるんですよね。だからコスパいいなと思って、まず14時間作ってる間に8時間作れるし。で、今度今、ボルトとかナットとかちょっと今の時期は高いけど、今後やっていくにつれて、ここって1万とかなって、どんどん安くなっていく素材でもあるから、これに関しては、そうやって安くなっていた時には、グレケースは結局いいのかな。あとフリマでね、32万で普通にパッと買ってしまえれるんで、めちゃくちゃコスパがいいのかなって。コスパがいいっていうか楽したい人。結構買うのめんどくい人はもうフリマで1個買って入れたら、14時間ができるんで、僕は結構グレケース、ちょっと大雑把というか、もちろんめんどくさがりなんで、これグレケースが好きってだけですね。これでもカスタムマークドとかいろいろ出てますんで、はい。別にグレーケースで問題ないのかなと思います。で、今回上からちょっと紹介していきますね。こんな感じでヘルメット5つ。だいたいね、5万程度のヘルメットを入れることによってできると思います。だからこういうヘルメットでもいけると思う。高いんだけどね。で、アラチが結構安くて、で、この次にズッシュ。こっちの方がね、5万程度で安いのかな。で、アラチとかは普通に使うから、フリマで見ると、4万、5万。このぐらいでするんですけど、このズッシュのこっちの方はさ、使う人がいないから安いんですよね、1万。だから、アラチ入れるより、このズッシュを今回採用させていただきました。これ入れるとね、14時間一応なります。ってことで、売りまで買うと4万なんで、20万で今回これ14時間の素材ができますよ。ということで、ズッシュ最強だね。全然アラチはね、買えるんであれば別にアラチじゃなくてもいいって感じなんですけど。ズッシュが最強。ズッシュ入れるといいのかなと。で、あと、情報系統が美味しいという噂があるんですよ。これ入れたら美味しいみたいな。これ海外の人がちょっと言ってて、こういうアイテム入れた方が美味しい。でも、高いんですよね。8万とか9万。複数買ってたら9万いく時もあるんだけど、だいたい8万としましょう。40万なんですよ。で、SSD も同じ値段で、こんな感じで売られてて、こっち高いな、今。普通に45万とかする。で、スリムダイアリーは結構コスパいいとは思いきや6万だから、30万。グレケースと同じぐらいだ。って感じなんですけど、俺は14時間は14時間のテーブルって思ってるから、なんともないんですけど、そういうのね、このアイテムの方が美味しいってね、思う方は、こういう
まあ高いけど、ちょっとダイヤリーとかこういう SSD とか SS、こういうのを入れたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ今回紹介する、これ一番ね、すごいことだから、これ後から紹介するね。で、あとはね、AK545 に、このね、なんかツルツルのヘルメット。これも一応14時間になります。で、ツルツルのヘルメットとかコスパ良くて、まあ3万4000とか3万5000で買えるんですよ。だから大体7万の14万。プラス AK545。7万ぐらいだね。ってことで、だいたい20万だね。まあ、これはこのズッシュのヘルメットと同じぐらいの値段で買える。でもこれに関しては種類が違うから、ちょっと買いに行くのがめんどいね。うん、それの悪さがある。でも安いね。こういうダイヤリーだったらグレケースと比べると安いんで、まあいいかなと思います。で、今回紹介するこのコスパ最強 M4 なんですが、これね、入れるだけで14時間になります。これどこで買うかと言いますと、メカニックの LL2 で交換することができるんですよ。LL2 の交換品に飛ぶと、こんな感じ。まあ見たことある人はすぐわかるよね。これ、M4 の LL2 で交換できるやつ。で、これプロキルがね、2つだけなんですよね。だから7万とか8万で買えるんですよ。これ2つ買うだけでこれ交換できて、で、だいたい15万でいけます。だからもともと知られている美味しいみんなが入れてる安くでできるっていう20万より5万も差がついて、14時間のテーブルを拾うことができるんで、今回これがコスパ最強なのかなって、現段階で。うん。今知られているこの AK545 とか、このズッシュのヘルメットよりも、マジこの14時間のテーブルで抽選されるっていうのを信じてる方は、この M4 でいいんじゃないかなと思ってます。はい。皆さんは、どうでしょうか。はい。もうこれが最強なのかなと。で、まあ、この動画見てから、まあ、他のアイテムとか他の素材、まあ、こういう素材の方がなんかいいのが出やすいとか、オカルトがあるんであれば、ちょっとコメントの方でね、ちょっとお寄せください。自分はこれを信じてるっていうのがありましたら。この動画以外にもね、コメント見て、あ、この素材もあるんだっていういろいろ掲示板みたいになってね、知れたら面白いかなということなんで、ぜひともね、この動画、コメントね、していただけたらなと思います。はい、それプラスで、ハイドアウト行って、このアイテムがないよっていう方いるじゃないですか。僕前回で動画で紹介したんですが、アイテムがね、なくてどうしようもないっていう人に関しては、キャッシュクリアだったり、ランチャーに戻ってキャッシュクリアだったり、そういうのをすると戻るっていう紹介をしたんですよね。で、それで戻る方もいるんですが、治る方います。あれ、バグで。何もない時は。でも、それ治らない場合、もう無理です。はい。もうタルコフ側の問題なんで、まあ、整合性チェックとかいろいろやってみて、無理であればもう無理なんで諦めてください。はい。もうそれは無理。直し方は現段階ではないです。はい。まあそれちょっと言いたかったね。治らないからどうすればいいんだっていうコメント結構来てたんで、言います。もう無理です。それをして無理だったら無理なんです。治る方は治ります。はい。以上。まあこんな感じで、今回ね、この紹介でした。はい。この M4 が最強っていう、ちょっと今回、このコスパ最強っていう紹介でした。っていうかまあ、まとめだね。みんながいつも入れてるやつの。で、あと、プラスアルファで、ここのね、カルトサークルに、入れるアクセサリー、カルトのネックレスを入れると美味しくなる。まあ、7回使えるんですけど、美味しくなるっていうアイテムがあるんですけど、まあ、ボーナスがもらえるみたいな。ちょっとね、それに関しては今検証中で、まあ、いろいろ結果が上がり次第動画にしようかなと思ってます。ぜひともね、チャンネル登録して待っていただけたら嬉しいです。で、もうすぐね、チャンネル登録も1万人に到達しますんで、ぜひともよろしくお願いします。またね、YouTube の方でもライブしていこうかなと思いますんで、1万人記念として。ぜひともよろしくお願いします。で、カルトサークル、さっき言ったこのカルトサークルの、ネックレスに関しては、ちょっとね、今検証してて、まあ、1回分、どんな風になってるかっていうのを、ちょっと1回、まあ、体験というか、今どんなものが出てるかっていうのをちょっと紹介していきたいなと思います。で、こんな感じで、今ちょっとやってもらっていて、カルトサークルに、まあ、グレケース今回入れてもらった場合、ネックレスありのやつ。1回目はなんかこんな感じになったっぽいです。グレポンにケース、そして、アブソーバー。まあ、これは、別にネックレス入れなくても、なんかこれなるからさ、こんな風に。ネックレスの効果ってあんのかなっていうのがまだ分かってなくて、ほぼないんじゃないか。で、時間も短くなるわけでもないのかな。まあそこら辺もね、いろいろ結果出していきたいと思いますんで、少々お待ちください。はい。次回のこの動画、上がるのをお待ちください。まあ、つう感じなんですけど、はい。んでね、今回このね、まとめ動画、14時間のまとめだったんですが、ぜひともね、拡散だったり、高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。
はい。で、最後になりますが、僕グッズ、初めてのグッズが出ましたんで、それ概要欄貼っときます。T シャツだったり、ロン T 出てます。めちゃくちゃね、可愛いデザインに仕上がってますんで、ぜひともね、買っていただけると嬉しいです。素材も結構ね、スベスベで着やすい、コットン 100% になってますんで、お買い求めください。マジでね、僕 PC をこれで新しい PC に変えないと、活動がちょっと厳しくなってきてるんで、マジでクラウドファンディングだと思って、買っていただけると嬉しいです。はい。以上。僕からは以上でした。まあ、カルトサークル部は、こんな感じです。ということで、今回こんな感じで終わっていきます。また別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも